皆さんこんにちは。意識の集計儀です。今日は皆さんが良かれと思って受けている検査に済む意外な仕事についてお話しします。健康診断でオプション検査を選ぶとき、詳しく調べれば調べるほど安心だと思っていませんか？実はその安心が気に思わぬ気をつくことがあるのです。今回のテーマは現代医療の大きな課題、過小診断についてです。最新の機械で体内を見える話することは意見、救急の安心につながるように思えます。最新医療への期待は中国でも日本でも非常に高いものです。しかしここで問題になるのが過小診断、オーバーダイアグノシスです。これはもし見つけなければ一生症状が出ず、命にも関わらなかったはずの小さな異常を見つけ出してしまうことを話します。国際的な予防医学のガイドラインである USPSTF などもこの過小診断の弊害に招集を得ならしています。具体的にどのような検査で起きやすいのか2つの代表例を見ていきましょう。まずは手の血管を調べる頸動脈エコについて深掘りします。頸動脈エコは血管の枯れが厚くなっていないか、つまり動脈映画が進んでいないかを調べる検査です。脳梗塞を予防するための重要な手段と考えられています。しかし、驚くことに自覚症状がない健康な証人に対してこの検査を一律に行うことは医学的には現在推奨されていません。その理由をご存知でしょうか？多くの研究により血管に少しの花まり、キャツャパが見つかったとしても、それが将来実際に脳梗塞を引き起こす確率は私たちが想像するよりもずっと低いことが分かっているからです。もし検査で見つかってしまうと、念のために送迎機を使った精密検査や死には血管を広げる外科的な処置が行われることがあります。しかし、これらには必ず合併症のリスクが強います。つまり、検査をしなければ一生起きなかったはずの脳梗塞を心配するあまり、検査や処置そのもので健康を害してしまう。この本末転倒な実態が、頸動脈エコにおける過小診断のリスクなのです。続いて、さらに深刻な問題を抱える過送金エコについて解説します。がんは早く見つければ助かる。これは医療の常識に思えます。確かに多くのがんではそうですが、科捜研がんには非常に特殊な性質があることが判明してきました。科捜腺がんの多くは非常に進行が遅く、生涯にわたって何の症状も出さず、命をごまかすこともないおとなしいタイプなのです。専門用語ではこれを潜在がんやらテントがんと呼びます。もしエコ検査でこれを見つけてしまったらどうなるでしょうか？がんと告げられれば誰でも寂しい不安に扱われます。そして多くの人がすぐに手術をして取り除きたいと願うでしょう。しかし、科捜研を対処すると一生ホルモン剂を飲み続けなければならなくなります。また、手術の副作用で声がかすれたり、カルシウムの調節ができなくなったりするリスクもゼロではありません。見つけなければ一生健康に過ごせたはずなのに、検査をしたことで病人とになってしまう。これが医療界で非常に重く受け止められている科捜研がんにおける過剰診断の事態です。それでは私たちはどうすればよいのでしょうか？嫌い医療の選び方についてまとめます。検査を一切受けるなと言っているわけではありません。大切なのはその検査を受けることで得られる利益と受けることで生じる愛のバランスを冷静に見集めることです。見えすぎてしまうことで不必要な不安や身体的負担が増える。これは私たち意識も常に最新の研究で他をもとに官に命じておかなければならない仕事です。皆さんもぜひ一度考えてみてください。意識に任せきりにするのではなく、対話を通じて自分にとって最善の選択をする共通意思決定がこれからの医療では不可欠です。わからないことはどんどん意識に質問して良いのです。私は皆さんにただ医学的に長く生きるだけでなく、過度な不安に振り回されることなく、心も体も早やかに生きてほしいと心から願っています。
最新の知見を皆さんの安心のために正しく使ってほしいのです。日本と中国両国の最新研究を追い続け、これからも皆さんに本当に必要な情報をお届けします。一人で悩まず一緒に学んでいきましょう。疑問があればいつでもメッセージをくださいね。最後にお伝えしなければならない重要なことがあります。この動画でお話しした内容はあくまで一般的な医学的知見に基づいたものです。国土の体の状態は一人一人全く異なります。特定の検査を受けるべきか、あるいは控えるべきかの最終的な判断は、必ず信頼できる主治医の先生と十分に相談した上で担ってください。自己判断で必要な検査を止めてしまうことも同様にリスクとなります。医療は日々進歩しています。今後は AI や遺伝子検査によって過剰診断を減らし、本当に治療が必要な人だけを正確に身が詰める格別化医療が主流になっていくでしょう。その未来に期待しましょう。正しい知識を持つことは自分を守る最大の武器です。このチャンネルではこれからも本当に役立つ医学をわかりやすくお届けしていきます。皆さんの健康的な生活を心から応援しています。それではまた次の動画でお会いしましょう。健康に気をつけてお過ごしくださいね。再建、財前、さようなら。